まず私の方からですね、今日は、4件ご報告があります。一つはですね、政府が推進すべき自殺対策の指針についてですね、平成29年7月に自殺総合対策大綱が策定されましたが、これまで官民挙げて自殺対策に取り組んでまいりましたが、大綱についてはおおむね5年でですね、目途に見直すとされていることから、本日自殺対策総合対策会議、これ持ち回りで開催をさせていただきですね、見直しに向けた検討に着手することといたしました。今後は有識者の方々からですね、ご意見を幅広く聴取の上ですね、令和4年夏頃を目途に成案が得られるようにですね、検討を進めてまいりたいというふうに思っております。続きまして、赤い羽共同募金運動でございます。今年75回目を迎えます赤い羽共同募金運動が、10月1日からですね、全国でスタートいたしますので、本日の閣議において各大臣に共同募金へのご協力をお願いいたしました。もう内容的にはご承知の通りですね、共同募金、時代の福祉ニーズに応じた我が国の地域福祉活動でありますとか、また近年は災害時のボランティア活動の支援に対しても大きな役割、ご貢献をいただいております。また新型コロナウイルス感染症の影響などによってですね、いろんな対応というものが必要でございますので、地域の課題に対応するための支援にも取り組んでおります。今年も国民の皆様方のより一層のですね、ご支援とご協力をいただければありがたいというふうに思っております。続きましてですね、医療、介護、福祉、障害福祉における感染防止対策のですね、継続とですね、新型コロナウイルス感染症のですね、診療に対する報酬の特例的な評価の拡充についてご報告させていただきたいと思います。まずは感染防止ということでですね、今まで報酬に一定程度ですね、上乗せをする中において、かかり増し経費等との対応してきたわけでありますが、感染防止はですね、これを10月以降、どのように取り扱いをするかということで、以前から皆様方からもご質問をいただいておりましたが、かかり増し経費の部分に関しましては、直接支援するですね、補助金により支援を継続するということといたしました。手続きがですね、非常に煩雑になるということもございますので、できる限り手続きに関しては簡素化をしてまいりたいというふうに考えております。そしてまた合わせてですね、コロナ患者の診療に対する診療報酬、これの特例的な評価についてもですね、今回、これを合わせて対応させていただくということで、一つは秋冬のこの季節性のインフルエンザ流行、これがですね、昨年は流行しませんでしたけれども、今年はですね、昨年流行していないということもございますので、流行する可能性もあるということでございまして、そういう意味では、各都道府県が公表されるですね、診療、検査、医療機関、どこですということを公表いただいた、こういう診療、検査、医療機関に関しましてはですね、外来対応の評価を、これを拡充をさせていただくということ。それから中和抗体薬に関してですね、自宅や宿泊療養、また外来のコロナ患者へのですね、評価、これも拡充をさせていただきたいというふうに思っております。合わせてコロナ患者の方々に対応いただきます、歯科、調剤、ここに関してもですね、評価の拡充をさせていただきたいと思います。なお、小児に関してでございますが、今まで100点、これ、特例的な評価でございましたけれども、これは50点で継続をさせていただくということでございます。いずれいたしましても、またしっかりとですね、感染防止の対応も含めて、それぞれ対応いただければというふうに思っております。もう一点、これは小学校休業等対応助成金支援金の受付開始予定についてであります。9月の7日にお伝えをいたしましたけれども、小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった、
このような保護者の皆様を支援するためにですね、小学校休業等対応助成金支援金制度を再開する予定でございます。昨日、労働政策審議会においてですね、関係省令の改正について、答申をいただいたところでありまして、30日にですね、改正省令を交付施行し、同日から申請の受付を開始をいたしたいと考えております。合わせて全国の、これ以前も申し上げましたけれども、全国の都道府県労働局におきまして、特別相談窓口を設置をいたしまして、事業主等に対してですね、助成金の活用の働きかけを行っていきたいというふうに考えております。合わせて新型コロナウイルス感染症対応休業支援緊急付近、この仕組みも活用させていただいて、労働者がですね、直接申請していただくというようなこともですね、同日から開始をいたすということでございます。申請書類等の詳細については30日にですね、公表させていただきたいというふうに思っておりますので、詳しくは事務方からお聞きをいただければというふうに思います。私からは以上でございます。